それでは TSN エンドポイントトゥールで ESP32 をコントロールするデモを始めます。ESP32 のモジュールはこのような小さなモジュールで内部に Wi-Fi コントローラーが含まれています。TSN エンドポイントトゥールの方はこのような小さなボックスになっています。それではデモのリモート側デバイスをセットします。この ESP32 のマイクロコントローラーにはすでにタッチパッドのプログラムが描かれています。タッチパッドを接続します。そして電源を接続します。はい、電源が接続されました。今赤い LED がついている状態で、これが黄色になれば Wi-Fi がつながったということになります。今なりましたね。それで、TSN ツールの側はここに、ウェブインターフェースで見えています。これでリモートデバイスをクリックして、まず YAN データを、ここに入力します。YAN データ、そして YAN データは、YAN データをここにペーストします。ペーストしました。そしてこれをサブミットしたら、これだけですでに全てが完了していて、TSN ツールは YAN データを入力することによって内部でプログラムを自動生成してその初期化も済ましてしまう状態になっています。ですからこの状態で、さっきは見えなかったこの Excel4CC デモというデバイスが見えてきますから、これをセレクトしてセットをします。そうするとここにテンプレートが出てきます。テンプレートは、データをセットしたいアイテムとデータをモニターしたいアイテムですね。ノーティスを受け取りたいのと何かアイテムにデータをプッシュしたい。でこれはテンプレートですので、具体的なデータにするにはデータをセットしてやるはず必要あります。でこの ID0 というのはタッチパッド0なんで、ここをTrue にすることによってこのタッチパッドが有効になります。でこれをコピーしてタッチパッドが5つついていますので、1、2、3、4としてタッチパッド5つ全部有効にします。同じように、モニターするタッチパッドのステータスの方ですね。モニターするものをすべて5つモニターしようというわけで、ここで0で1、2、3、4と、これで5つのタッチパッドをモニターすることができます。そしてリモートデバイスの IP アドレスを設定する必要があります。今、192.168.30 の104、これが Wi-Fi で接続されている、この ESP32 が Wi-Fi で接続している IP アドレスになります。でこれをサブミットします。そうすると、ここがグリーンで点滅し始めると OK なんですが、ここでちょっとフェイルが出てるのでもう一回サブミットします。サブミットができて、この状態でデバイスをモニターしている状態が始められます。ですからモニターを始めるにはリモートデバイスモニター、ここをスタートします。そうすると今待ち受けている状態です。でここで何かを押します。ここの一番端のタッチパッドを押すと、この Excel4CC でもタッチパッドの ID0 タッチステータス True が出ました。これを離すと False になります。今度は2番目のタッチパッドを押します。2番目が出ました。こう押すと False になります。3番目、4番目、5番目、こう同時に2つ押すと同時に3つ押すと同時に3つ、こういうふうに、ステータスを、リモートのステータスをここに表示しています。今お見せしたように、YAN データを入力するだけでもって、そしてどのデータをセットしたいか、どのデータをモニターしたいかということを、設定すれば
それだけで、モニターを開始することができましたね。じゃあちょっと今から、いくつかの設定を変えてみましょう。0と1はフォールスにしてしまいましょう。そうすると0と1は無効になって押しても反応しないということになります。0と1をフォールスにします。はい。それでじゃあこの状態でモニターを始めます。これは4ですね。これは3ですね。これは2ですね。2、3、4は動いています。2、3、4は動いています。そう、0と1。これは押しても出ません。押しても出ません。押しても全く出ません。これは出ません。で、これを押せば反応します。これも反応します。これも反応します。これは出ません。これは出ません。こういうふうにさっきの変更した設定が有効になっています。以上で、デモの実演は終了しました。デモが実際にどのように動いているのかを簡単に説明します。エンドポイントトゥールの側で最初に YAN データを入力しました。それによって YAN データが登録されて YAN データベースにデータを設定することができるようになりました。そして最初にセットのボタンを押したとき、どのタッチパッドをイネーブルにするかというのを設定しました。そしてイネーブル、ディスエーブルの設定データを、リモート側にプッシュします。その時に、この Wi-Fi のコネクションの Core Conf のプロトコルを使いました。Core Conf のプロトコルが非常にライトウェイトなので、こちらのマイクロコントローラーにも、実装が可能になっています。マイクロコントローラーの側では、YAN データベースと同じライトウェイトのユニコンフが、実装されているので、それによってCore Conf が受信したデータによって、こちら側の YAN データベースをアップデートします。それでタッチパッドが、実際にタッチされたとき、その変化を、この ZipherOS のタッチパッドのドライバーが検出します。その検出したデータを、先ほどの YAN データベースを参照して、イネーブルなのかディセーブルなのかを見て、ディセーブルであればそのまま無視すると。で、イネーブルであれば、そのアップデートをこちら側にプッシュするということを行います。それによって今度は TSN エンドポイントトゥールの側が、タッチパッドの変化を、こちら側から受け取ることができます。そしてこちらの、GUI インターフェースに表示したと、そういう手順になっていました。